はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月18日から8月2日満月までの2週間をタロットで見てみたいと思います。タロットカードは必ずしもこうなるっていう予言ではなくて、このタロットリーディングで出た答えというか、そのリーディングを聞いて、皆さんが今置かれている状況の中で何か新しい気づきになったらいいなという、あくまでも気づきのヒントとして活用していただければ嬉しいです。ではよろしくお願いします。そしてこの時期に重要なこととして言うと、星の方で重要なこととして言うと、7月23日から金星というですね、お金とか愛情とか価値とか感覚とか社交性を表す星が逆行するんですね。実際には逆行してないんですけど、地球から見たら逆行しているように見えるっていうところで、それらのことに勘違いが起きやすい時期と言われています。ですので、ちょうど双子座の皆さんはこの7月27日以降、すごくコミュニケーションが活発になったり、移動したりとか、フットワーク軽くなったり、好奇心もすごい湧いてきて頭が回るみたいな、そういう活性してくる時期なんですね。ですごくいい流れなんですけど、あまりにもそこで活性しすぎてすごいお金を使っちゃうとか、何か社交辞令で言ったことを本気にしてすごい何か投資しちゃうとか、そういうことには注意しましょうっていう時期になります。はい、ちょっとカードで見てみます。ちなみにこの逆行期間って9月4日まであるので、2ヶ月近いというかね、1ヶ月半ぐらいあるので、この期間がダメってわけじゃないんですが、例えばすごい話が盛り上がってトントン拍子に行ったとしても、一応第2の策を置いておくとか、一応リスクも考えておくみたいに、少し慎重になっておけばいいんじゃないかと思います。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、カップクイーン逆、スター、カップ4、ワンドナイト、ラバーズ逆、ワンド8逆、デビル逆。気をつけることや対策はソード7の逆とワンドページとオラクルは、はい、運命の輪です。いいですね。何か扉が開くって感じね。本当にさっき言ったみたいに、すごくやっぱり7月23日以降が特に快活になって、動きがすごく速くなりますね。でそれまでも決して悪いわけじゃないんですけど、どちらかというとそれまでは感覚的なものがすごく優れているというか、動きながら感じられる方もいらっしゃると思うんですけど、まずはしっかりと感覚を確かめようとか、本当に何をしたいかちゃんと考えようとかっていう形で、ちょっと止まって考える時間っていうのが多かったのかなっていう感じがしますね。そして7月18日っていうのがちょうどね、蟹座で起こる新月で、蟹座の新月っていうのはすごく感覚的にまた優れますし、自分が今後何を求めていくのかっていうことによって、すごくそれを引き寄せたりとか、そのような現実を作っていきやすくなるのでね、蟹座の皆さんにとっては、すみません、双子座の皆さんにとっては、本当に自分がこの7月18日に感じたことを基準にしてどう動いていくかっていうのが23日以降どんどん展開していく。たださっき言ったみたいに、ちょっと勢い余ってやりすぎないようにみたいなのがあるので、そこだけ注意なんですね。そこだけ注意なんですよね。確かにここからちょっと逆位置なので、すごい切り替えとして18日以降はとか、早かったらもう18日以降だと思います。遅くても23日以降、なんか乗ってきたぞとか、やる気になってきたぞっていう形で体がそれについてくる。じゃあ行きます、じゃあやります、動きますみたいに考えたことをすぐに動けるようになってきます。でそれによって動く力が得たがゆえに、これをやるかこっちをやるかみたいな、ちょっと迷いっていうのもあるんですね。でもそれはすごく楽しい迷いです。どっちもやりたいけどどっちからやろうみたいな、どっちも食べたいけどどっちにしようみたいな、そんな感じですごく楽しいウキウキする流れです。でもう7月23日以降って、そのウキウキした楽しい流れの中にいるっていう形なので、自分がどうこうしなくても流れが流れていくみたいな、勝手に話が進んでいくみたいな状況になりそうです。でもここでちょっと気をつけてほしいのが、やっぱり自分がはっきりと決めてないのに勝手にそうなってしまったみたいな形にならないように、きちんと確認したり、ちゃんと
一つずつをちゃんと納得して進めていくっていう風にした方がいいかなと思いますね。でないとちょっと最終的にこうデビルの逆が出ているので、なんかこう話が流れが大きくなりすぎて最終的に空中分解したいみたいな感じにならないように気をつけたいなと思いました。せっかくここでいい動きがあり、すごく楽しい動きがあるのでね。なおかつ、オラクルが新しい扉が開くよっていうふうに言われているので、じゃあそこ入っていきましょうよみたいな感じ、未知の世界行きましょうかって感じですよね。でも対策としてもどちらもすごく慎重にねみたいな、ソードの7の逆っていうのは自分ではちょっと迷いがある、こっちも気になるし、いやでもあっちも気になるしみたいな状況だけど、その状況を客観的に捉えたらどうですかとか、それに対してアドバイスしてくれる人もいるんじゃないですかとか、またはしっかり何が手に入るのかっていうしっかりとしたこの計画を自分で立ててやっていきましょうねみたいな感じがあり、すごくなんか夢に向かって進んでいけるっていう感じがすごくあるんですけど、最後がやっぱデビューの逆なので、それによって自分がこだわっていたことや自分を制限していたものを外せるとかだったらいいんですけど、期待しすぎて期待通りじゃなかったみたいな感じにもなりかねないので、どちらの可能性もあるのでね、ちょっと見てみますね、そこを。はい。いいですね。マジシャンということで、やっぱり何かを手放して、腐れ縁を切って新しい人と関わるみたいな感じかもしれませんね。はい。カップの5とソードの2、さっきもちらっと見えましたね。ソードの9。なるほど、わかりました。ソードの三脚ということで分かりました。なんかとにかく考え出すとどうしてもネガティブに考えてしまったりとか、なんていうか不安を消そうとして頑張って考えれば考えるほど不安が出てくるってあると思うんですよね。なのである程度のところで妥協してくださいって感じがします。そんなに 100% 満足とか安心とかじゃなくても、思ってるほど状況って悪くないんですよっていう意味で言われてます。そして自分が傷つかないようにとか、とにかく怪我をしないようにとか、そういう守りに入ることによってその痛みは少ないかもしれませんが、今はなんかこの勢いに乗っちゃっていった方がより一層なんか勢いに乗ってパーンってこう弾けるというか外せるっていう感じがあるので、その傷つくことを恐れずに本当に大丈夫かなって、こう石橋ずっと叩いてたら渡れないみたいな感じなので、もう石橋壊れそうだけど走り切ったら渡れるみたいな、そんな感じがあるので行っちゃってください。それが新しい道で、なぜかというとここでもやっぱりスターっていうのが出ていて、大きなねエネルギーでいうと今年のね、双子座さんって本当にちょっと未知なる世界を体験するみたいな、これまでと違う世界を体験して新しい自分のバイブレーションを高めましょうみたいな時じゃないですか。なのでちょうどこの7月18日以降、もしくは23日以降の流れというのはすごくこの双子座さんを好きなように動いていいよみたいなね、どっちにでも風吹かすよみたいな時なので、すごく応援されてるんですよね。でなんとなくモヤモヤしてたりとか、いやって思ってたとしても、喜びの中で選択していけるっていう体験をねできますよって言われてる時なので、それにはやってみたらこなせるっていうね、その時になればいくらでもそれを解決する力は双子座さんの中にあるって、武器はもう全部持っている、策はあるみたいな感じなので、考えてるとそこがとらわれちゃうけど、だったらできるよという形で、これは自分のコンプレックスや苦手意識から解放されるっていうふうに私は使いたいと思いました。何もしないでいるとそれがやっぱりみたいな感じでね、また自分を責めそうだけですけれど、言っちゃえばいけるっていう感じ。そしてオラクルがやっぱりね運命の輪っていうことで、これは本当に時空の扉が開くみたいなカードなので、いいですよね。双子さんにぴったり、今のこの時期の双子さんにぴったり、今まで見なかったまだ見ぬ未知の世界の扉が開くってどこに行くのみたいな感じじゃないですか。すごく楽しみです。これはなんかいいね、いいですね。しかもここで自分の意思に関係なく動き出しますみたいな感じのカードも出てますし、自分では未経験なんだけどなんか楽しそうみたいな感じもあるので、
未経験なんだけど未知の世界に足を踏み入れてそれを経験することによって古い自分の鎖は外れるのかなって感じがしますね。はい、これはね、ソードの5ということで、自分がそれを経験していいのとか、なんかこう何かを選択する時っていうのは何かを捨てなくちゃいけないんじゃないのみたいな、そんな気持ちもありますが、ここでね、この運命の輪って一番上にスフィンクスが剣を持っているんですよ。見えますか？このね剣がちゃんと余計なものを振り落として本当にこの時空に入れるものだけが入れるみたいな感じなので、余計な想念はいらないですっていう感じがしました。はい、ということでここまでにしときましょう。あんまりなんかあれでしたね、金星逆行っていうのはあんまり影響してなさそうな感じでしたね。はい、ということでありがとうございました。もしよかったよとか何かしら参考になりましたという方はぜひいいねボタンやコメントいただけると嬉しいです。次回は8月頭にまた次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。